2025年4月14日1時41分。今起きた。トイレ行ってきたけどね、ケップ。パソコンはね、つけっぱなし。眠らされるんでね、うわーっつって、ちょっと横になるじゃん。この動画一本見ようって横になってみようっつって、それで眠っちゃうんだよ。見れないで。寝たのね、8時だね。8時台。で、起きたの、何時だっけ？起きたの、10時。起きたの10時だけど、多分10時間起きてないんだよね。で、10時間、例えばね、10時間を、13時だ、13、そうだ、思い出した、13時だ。10時に1回起きて、で、また寝て13時だったから、13時、に起こされたんだよ。で、13時は13時でも、連中が、っていうかさ、今これ時計映るでしょ？後ろ真っ暗ね。今日さ、映るんだよね。だからね、日によってホワイトバランスで映るようになったり映らないようになったりするのって嫌がらせなんだよね。日によって、まあいいや、つうこと。で、今からちょっと収録しようかな。もう動画2日間やっぱり土日、私の方でわざと土日妨害されるからって土日動画出してないんだよとかいうことじゃないの。私の方では一般人に知らせたくって見てもらいたくって土日に動画上げたいんですよ。しかもたっぷりガタ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 って次から次へと。ネタ切れはない、ネタ切れじゃない。それから需要がないのも証拠で上げておく必要がある。溜まってるんですよ。仕事もしないで被害報告たっぷり出せるはずの状況なのに1日 1,2 本しか出せないぐらいに電磁波攻撃されてて、しかも土日には出せないって。土日にもっと加速して出したいのにこっちとしては戦略としては外線活動もしてないんだよ私。それなのにそういうこともできないんだよ。一日中家にいて。他の人たち場所移動してさ、外線活動1日に 1,2 箇所とかやってる人もいるんだよ。何にもできないようにされてる。あとは広瀬涼子のネタもやりたいんですよ。それもできないようにされてる。今こうやって喋るのも、今はなんか連中嫌がらせ妨害をしない時間にしてるっぽくって喋れるでしょって言ったらちょっと喋りにくくなった。顎がちゃんと閉じない喉にも顎がちゃんと閉じないようにされるんですよ。急にあーって、それが今入った。あと耳鳴りが入ったとかいうのも分かったりする。そういう状態でそういう攻撃されてる。でその攻撃がなければ私って一般人っても言いたくないけどね、健常者、一般人、普通の人、普通にタイムカードをして帰る。仕事に出勤してタイムカードをして、普通に仕事をしてタイムカードをして帰る。それぐらいのこと私余裕でできるって知ってんの。嫌がらせがなければ。あと体力も。普通の人が歩いて戻ってこれない距離まで行って帰って来れるのも知ってんの。それ、私が今言ったことを嘘だっていう風に電磁波攻撃されていることも知ってんの。で、年取ってきたからもういい加減。それでもう自分が思ってるような状況を強がってできない状況になっていくっていう風に電磁波攻撃で作られてるのも知ってんの。マジ。体力作りとかで頑張るじゃん。クソーっつって。で、それ見られて、それ二度と同じことできないように電磁波攻撃されてる。だから長距離行ってこれ月に何回週に何回繰り返せば体力つくなみたいな感じでそういうこと一回やるじゃん。二度とできないようにされる。そういうことやってみせると。で連中にやってみせてんじゃないよ。連中にはそれやってみせるとそうなるって分かってるから見られたくないけど、連中はいつも見てるわけで、編集もここまでできると今の妨害の状況で見せると妨害してされる。クラッキングと電磁波攻撃、脳への攻撃とかで。だからみんな成長しない。みんなもう弦吐いてるような状況に持っていかれる。それ、ネペンサ様もそういう状態にあると思うんだけど、それで私から見て、あいうえお700様も私から見て、今喋れなくされた。あいうえお700様。連中、抹消したくって私からも喋られるの妨害してる。ガチだね。なんか、生活保護打ち切るってひでえね。わざと交通事故工作して、それもババアでやったんでしょ。今広瀬涼子、あとネペンサで、思い出したっていうかたどり着いた。なんで連中ババア、こっちにもババア見せて、ババアで嫌がらせしてくるけど、なんでババアってやるのかって。バー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 系。バー系ですね。バー系でわかるよね。あんまりバー系のこと言いたくないんですよ。怖いから。マジで怖いから。だって、芸能界牛耳れるぐらいの、あれで。で、今トラブってんのがあんだけど、
タンも、ノーミーちゃん。タンもノーミーちゃん、まあ、年かもわかんないけど、あんな元気な人だから、っていう感じだけど、まあ、電磁波でしょ。私たちのことも電磁波で殺そうとしてんだから。マルスしようとしてんだから、連中。これ、じっくり何にもできないようにして、長時間どこにも行けないようにして、何にもできないようにして、今 AED ショックみたいにもやられてる。ゲップ出なかったけど、何にもできないようにしてね。何にもやれないようにして、何にも残せないようにして、何にも成功しないようにして、無意味無駄な一日ずーっと送るようにして、虎視眈々とだよ。パトチンカーで引き逃げ、あれもグルだよ。精神科医もグルだよ。その状態で、私のこと抹消抹殺しようとしてるよ、連中。で、自分たちの正体を表してね。だからパトチンカーで引き逃げもするんだよ。また喋れなくしてきた。今のね、顎、口元にも攻撃来てるけどね、脳後頭部の方にも鈍器で殴られたような、今、その余韻も残ってる。言葉ちゃんと喋れないようにされて、そこまでの攻撃今されてるから。って今、そういう喋り方になってるでしょ。大げさに表現すると。電磁波攻撃で。普通に喋れないようにされてる。喋りたいこといっぱいあるし、新たな収録も途切れなく出せるような状態。質の高い、はい、嫌がらせ。脅迫、これ。エンジン音。これマイクで拾ってないかな。質の高い、動画出そうとしてるのね。そうすると、思考が止まってるとできないんですよ。こういうベラベラはいつまでもいつでも出せるんですよ。で、それ需要上がらないから。で、まあ、検索でヒットしない。あと、視聴者も妨害されて、再生数とか、登録者数伸びないって思ってるんだけど、それでも内容の濃いのをやれば上がるって思ってんのね。いくらなんでも。YouTube だから、それは。YouTube というプラットフォームが人がよく集まってるから、それは発生する。インスタとかふわっちとかそっち始めたら思うかもわかんないけど、行かない。YouTube だけでやる。IP、自分の正体晒す個人情報あちこちにばらまきたくない。映像からも。その状態でやってる。だから、Google 様から外に出てない。ほとんど。まず。AI サービスには出てる、使ってるけどね。それの登録にも、個人情報っていうかね、ID ね、ばらまいてない。私。で、SNS やってない状態だから。あれやるとね、連中多分ね、個人情報そっから漏れましたみたいなこととか展開し始めると思うから、とりあえずふわっちには行かないね。余裕で。多分州都案件関連方面で運営されてるね。連中そういうの好きだからそういうの運営するの。知ってるっていうか、その程度はやるでしょ。で、連中が運営してるっぽいキャンペーンとかそういう感じでしょ。見てもいないけど、ふわっちにアクセスしたことあるかなのレベル。最上愛様の襲撃事件で、何それ、ふわっちっていう言葉自体は聞いてたけど、そう。で、気をつけてみようと思ったんですよ。まあ、YouTube にアップされるはずだと思って、YouTube で検索して、で、YouTube にミラーリングされてるのも見ましたね。アーカイブを。そう。ふわっち自体にアクセスしたことないと思う、私。うっかり時アクセスさせられたかもわからないけど。で、そういう風にね、まんまと罠にかけて他のところにアクセスさせようとか目論むやってんの、私から見てヘライザーで、そのヘライザーを一時期再び宣伝してきてたのが駅長ちゃん、ポッポ屋で、ポッポ屋見たら広末涼子、こんなところにしとくかな。この収録ね、しばらく後になってアップすることになると思う。今妨害されてて全然進んでないから。で、その時にもし、あの頃何やってたのこの人っていうのを見て、もし更新が滞ってたら、私が今収録している4月14日の頃にね、戻って、でやってる。そうだ。このカメラだと、ホワイトバランス、そう。今さ、ホワイトバランス、ボケるのを、ぼかすの連中やめたってことで、なんでかなって。アマゾンを私が映した時に個人情報を映るようにだわ。で、そういうタイミングがない時は連中あれですよ。わざとこっちでピントもピントもそんなにボケねえじゃん。今こっち全開だと、こっち全開でこのピントね。で、こっち限界。今限界を現在って言わしてきた。これがあれだね、遠くだね。
こっちが近くだね。それにしてもピンとボケねえな、随分。連中はそういうのもね、乗っ取ってきてる。これ手動でやってんだよ、今。手動でぼかしてんだよ。がっつりボケるこっちでやるわ。これ、届かなかったやつ。明日到着予定になった。14日だから15日に届くね。広末涼子が19日まで交流でしょ。この3月31日に注文したやつ、4月15日に届くのが私んとこの Amazon のクオリティなの。マジガチ。すんげえ嫌がらせされてるから。まあ、佐川も黒猫も、日本郵便も嫌がらせしてきますよ、配達人が。で、その配達人は、集団ストーカーですね。あと、おそらく令和新選組系のやつが、っていうか、そいつ、そうかとつるんでるやつなんだと思うけど、自覚してるかしてないかはわからない。まあ、工作員であることは、匂わせてきた。自分こういうことで、こういうこと言ってますが、って。あれ映しながら喋った方がいいね。アリ観察キットさ、ラップでぐるぐる巻きにされてたでしょ。私あれ一回ね、中古買い取り業者に持っていこうと思ったやつなんですよ。で、ぐるぐるしてあるんですよ。この部屋、埃も結構すごい溜まるので。そういうところにずっといるように閉じ込められてんの。窓も開けないように。嫌がらせで。そういうことするとこういうことするぞ、みたいな感じで、嫌がらせがあるんで、こういう風な状況になって。で、この部屋に物を置いとくと、まあ、留守中にも連中いろいろ嫌がらせすると思うんだけど、変色までするんですよ。物が。タバコも吸わないのに私。で、ああいう風にぐるぐる巻きにして、劣化しないようにしてあんの。漫画本とかもそう。すごい埃がたまらない部屋にしたいなって小さい頃から、若い頃、少年の頃からそういう風に思ってるんだけど、この部屋ね、ずっと少年の頃からずっといるんですよ。何にも変わんないし、この部屋嫌ですよ。少年の頃からこの部屋嫌ですよ。だから嫌なところにずっと閉じ込められてんの、連中に。で、自分で何とかしよう、改善しようとして努力して何か買ったり、仕事に就いたりすると妨害されるの。んで、パジロ壊されてるから、それ20歳の時。この嫌な部屋にいるよりパジロにいた方がいいね。そういうのがとりあえず手に入れたのね。その時に。すぐ壊された。常に嫌な思い、嫌な状況にあるよ。で、そのパジロ壊しに来たのってあれですよ。ちょっと待った。今アマゾン映すとこだったうっかり。アマゾンもう閉じるね。一応報告したから。画像撮っても報告しようと思ってるけど。その私のパジロ壊したのって、あれですよ。魔人ブーみたいな人でしたよ。って言ったら、またさらにやられるかもわかんないけど、連中私のことを今もストーキングしてるはずないよね。っていうか、そのパジロ壊される時も連中に工作されて壊されてるけどね。で、無灯火で突っ込んできたんですよ。私が、赤の点滅信号で深夜の交差点に侵入。突入って言うと突っ込んでったみたいな感じに思われるかもわかんない。侵入。ちゃんと安全確認してます。新車乗ってっから。で、やっぱりあの時も、あったと思いますね。3P ビーム。あと、で、どっかで休みたかったんですよ。車止めて、とりあえず。だけど、止める場所、どこも止めれなくなってんの。なんやかんやで。で、コンビニもないみたいな。コンビニとかさすがに愛知県だったからあったかな。こっち東北地方はね、地方に行くとね、コンビニすらないような時代ですね。私の20歳の頃って。だけど夜遅くまでやってるお店とかあったりするんですよ。こっちでもね。コンビニじゃないけどチェーン店の。はい、喋れなくなってきた急に。あわもやられてるし。喋らせたくないんで、やっぱり喋られたくないこと喋ってるみたいだから喋るわ。頑張って伸ばしてるんじゃないですよ、視聴者にね。もったいぶってそんなことする必要ないからね。私もっといっぱいだから、ブラマンが分かるレベルでいろんなことが、ブラマンの時だってほら話しとるでしょ。ブラで言いたいこといっぱいあるからそうなるの。伝えておきたいこといっぱい。ブラマンの時だってブラマンかと思ってましたって胸の内隠してたやつ明かしたら、連中ヘリ飛ばしてきたからね、急いで。で、連中が急いで来て、急いでヘリ飛ばしてきたやつの音とか証拠、取れない工作もされたからね。
パソコンクラッキングされてデータ移動できないようにして。その収録、ブラマンの収録、そのことを言った収録してすぐ編集取り掛かってデータ移動してる時にそれ来てるから。で、私の方で、収録機器とパソコン接続できないようにも妨害来てるから。認識しねえの。だからわざわざメモリーカード外してやらなきゃないの。で、メモリーカード外してパソコンに入れてんだけど、それも認識しないことあるからね。新品使ってんだよ。SD カードも新品使ってるよ、今。給料もらった後だから。全部嫌がらせされて何もできないようにされてるから。なんで私にそんなことする必要あんの？こんだけ落ちぶれた人間に。なんで何もできないようにする必要あんの？どんだけ臆病でどんだけビビってんの連中。イエーイ。ガチマジ。連中ビビりまくりっすよ。法整備、上プラ法だかっていうのもそうだよね。ビビりまくりにも程があるって。日本の言論の自由度って下がるだろうね。2025年かなり。で、連中汚ねえずるいから4月からなんだね。1月からやりゃいいじゃん。1月からやったら完全に何が原因で2025年の日本の言論の自由度下がったかはよくわかるじゃん。で、連中本当に卑怯で汚いから2024年そんなに下がってませんよみたいな工作やったんだろうね。まだ私その辺調べてないけど。で、そういうのが出るの、2025年のそれが出るのって2026年の1月じゃないからね。2026年の何月に出るか知らないけど。で、さらに連中汚いから、例えば国際残高火の車ケツカッチンで、その言論の自由度を日本高いですよって金も使ってるはずだよ。それでもその順位ってことだよ。はい。すんげえ話飛んだでしょ。パジェルの話に戻るね。ブラマンの話はもっと言いたいけどね。これもう20分も収録しちゃってるから。連中そういうのもくろんでるから。カメラでファイルサイズの大きいのでいっぱい収録させると。だからピント今戻してきてんじゃない？こっちの方でややぼかしてるけどね、今ね。戻そうか。ほら。ピント合わないときは全然合わないよ。で、後ろ暗いね。そっちのピントじゃなく、なんつうのかな。このホワイトバランスでもやっぱりインチキされてんね。逆光で後ろ暗くされてるね。私の方であんまりにも品質下がったって文句言ったから、収録しなくなったから画面とか。まあいいわ。明らかに時計も映らなかったのが今日は映るっていうのはおかしいって。で、しかも、後ろが明るい時間と、今暗い時間ね。どちらも試した後だから。で、自分の方でそういう文句、細かいうるさい自分の話もしないで、その話するぐらいのことをしたくって、それをやってみせてるわけじゃないからね。全然言っとくけど。ブラマンの方の話はそうね。で、連中、それ知らなかったわけでしょ。知ってた奴らもいるみたいだけど。まあ、プライドだろうね。何にも知りませんでした。じゃあ、格好つかないから知ってましたを後付けでやってきてる。どちらにせよ連中がニーサミン食ったんだよ。わざとニーサミン作って。だってニーサ作ったの私じゃないですよ別に。未だにニーサって何なのか知らないぐらいだからね。ニーサ作ったの連中だからね。で、そのニーサの連中食ったの連中だからね。わかるでしょ。はい。急にトイレに行きたくなった。便秘にされててやっと今、それが出るような感じにされてきた。そういうのもされてるから。いろんなことされてるから。いちいち言ってないから。お前いちいち言ってるじゃんって。いや、言ってない。これでもいちいち何されてるか言ってない。言えてない。妨害されてて。ブラマンの話そんなとこにしといて、パジェロの話ね。それ今言っとくわ。パジェロね、私のパジェロに突っ込んで、無灯火で待ち伏せして突っ込んできたのって、女性2人。あの時私20歳の頃だけど、突っ込んできた女性って、21から2ぐらいの人。3まで多分行ってない。ぐらいの人。女の人2人。飲み屋でバイトして帰りました。飲み屋ではお酒飲んでません。仕事が終わって帰ってきたんですっていう女の人2人がワンボックスカー。誰の車かわかんない。多分その子たちの車じゃない。飲み屋に働きに行く女性ってワンボックスカーで通勤してんの？おしゃれなワンボックスカー今思い浮かべる人いるかもわかんないけど、なんつうの？ハイエースだよ、ハイエース。ハイエースだったかな、車種。忘れたけど、ハイエースの形のやつだよ。で、私が20歳の頃のハイエースの形だよ。今みたいにちょっとボンネットみたいのが出てるとか、おしゃれなフェイスのやつじゃないよ。
営業車みたいなやつだよ。あれで無灯火でガーンと突っ込んできて足骨折しましたみたいなことを診断されてたけど、そういうことしてくる連中ですよ。何そんな若い女性に連中とか言ってんのって。で実況見分みたいな現場検証した後署に連行されて署で取り調べみたいのがあったのね。お前が事故を起こしたからっつって、でお前怪我してないからっつって、パジェロ丈夫な車だから怪我一つなかったんです。ただ車は廃車です。広瀬の事故の車よりひどかったかもわかんないね。あれもひどかったけどね。運転席に突っ込んできたんですよ。私にめがけてその車突っ込んできたんですよ。でパジェロは丈夫だけど転がったんですよ、その衝撃で。だから私がいかにゆっくりノロノロトロトロ走ってるか、つまり一回ちゃんと停止して左右確認して発進しだしたところだから、トロトロノロノロ走ってて、横から突っ込まれたらそのまんま転がる感じ。しかもね、あれよ、前進しながら転がってるんじゃなくて後退しながら転がってるレベルですよ。だから運転席側突っ込まれたからそういう風に転がるんですよ。ほとんど止まってる車に突っ込んできた感じですよ。そういう状況、連中が証拠隠滅で私がどんな事故に遭遇してその車どうなったのか、連中が証拠隠滅しなきゃ残ってるんじゃないの？もう消されてんの？そういうのって古いと。私の言ってる通りですよ。で交差点の私が進入した方面の電柱にぶつかってるんですよ。交差点の電柱、向こう側じゃないですよ。交差点渡りきってないんだもん。狙って無灯火で突っ込んできてんのこっちで確認してるぐらい、そういう状況で、その時に警官にも言ってるよ、ちゃんと。これ無灯火で突っ込んできたんだけどそれでも私悪くなるんですかって。完全に悪くなって罰金50万まで支払わされたからね。20歳の私罰金50万まで支払わされたからね。これも何かはいいも言うわ。全部グルだわ連中、あの頃から私に対して。